圧倒的な攻撃力を見せるアメリカ・イスラエルによるイランへの打撃。一方でイランは、支離滅裂とも呼べるような、さらに敵を増やすような反撃行動を行っています。イランがいかに自滅の道をひた走っているか、今回はそのことについて解説を行います。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東情勢、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃の現状について解説を行っていきます。今回取り上げる話題の順番は、まずはイランがいかに自滅の道をひた走っているかについて取り上げていきます。その後アメリカ軍による攻撃、ウクライナ情勢との絡みを最後に少しだけしていこうと思います。まず最初にイランがいかに今無茶苦茶な行動をとっているかについて解説しておきましょう。アメリカ・イスラエルによる攻撃はまず国際法における違反行為です。そもそもイランから攻撃されたわけではありませんから、アメリカやイスラエルが正当な理由を持って攻撃することはできません。トランプ大統領は、イランがアメリカやイスラエルを攻撃する差し迫った危険性があるというような話をしていましたが、今のところその証拠については一切提示していません。また、従来のアメリカの政権は、国連外交によって一応少しでも根拠を作ろうとしてきました。しかしそうした根拠も今回は国連外交を全くしていないために、国際的な世論としても、はっきりとした何か攻撃する根拠となる情報をどこの国も共有していません。ですから、本来であれば国際法という立ち位置から言えば、アメリカ・イスラエルの行動をイランは正式な形で非難することができるわけです。ところが、自らの行動によって周囲の全ての国を敵にしようとしています。なぜならば、アメリカやイスラエルに対する反撃だけではなく、周辺国に対して軒並み攻撃を行っているからです。それは、アメリカ軍の基地があるところだけではありません。例えば、イランの無茶苦茶な行動の一つが、NATO 加盟国の一つ、トルコに向けて弾道ミサイルを発射しました。この攻撃については、途中で撃ち落とされたことにより、一般人の死傷者は出ていません。しかし、トルコに攻撃がこの後も繰り返されて、もしも死傷者が出れば、それはヨーロッパ全体に対しての攻撃を売る行為であり、当然大きなしっぺ返しを食らうこととなります。また、アメリカの基地がないアゼルバイジャンに対しても攻撃を行いました。アゼルバイジャン政府は、イランの行動に激怒しており、この後、イランに対する軍事行動を起こす可能性も十分あります。そして、アメリカ軍の基地などがある湾岸諸国に対する攻撃。こうした攻撃においては、アメリカ軍の基地だけではなく、その国の一般人も狙うような攻撃を様々行っていることから、反撃の可能性も十分生まれてきました。前回の動画では、サウジアラビアの軍事力から考えると、反撃する可能性があるという話をしました。この背景には、そもそも中東全体における宗派対立というものも底辺にあります。イスラム教という大きな枠組みであったとしても、シーア派とスンニ派というその宗派の違いといったものは、彼ら自身にとっては非常に大きな問題で、同じイスラム教というくくりではあったとしても、対立している状況といったものは、ずっと根深いものとして存在します。しかし、今まさに反撃に出ようとしている国の筆頭に名乗り出ているのは、アラブ首長国連邦 UAE です。近場にあるといったこともあって、イランからの攻撃がひっきりなしにやってくるような状態となっていて、ただ単純に迎撃するだけでは怒りが収まらない状態に陥りつつあります。しかも UAE の場合だと、サウジアラビアよりももっとイランとの外交関係を改善しようと動いていた国の一つであり、決して鋭い対立関係といったものがあったわけではありません。それだけに、これまでの外交をすべて破壊するような攻撃が繰り返されることによって、さらに怒りが溜まっているというわけです。このように、どんなに言い繕ったとしても、結局のところは無法者ですよと自ら名乗り出て、周辺国全部に攻撃して回る、まさに無差別攻撃の強権国家とも呼べるような状態となっており、もはや国際法でアメリカやイスラエルが悪いことをしたよねという話が全部吹っ飛ぶようなことをしているわけです。その上で、ホルムズ海峡の封鎖といったものを宣言し、脅しているわけで、これもまた非常に悪質なことです。ただし、物理的に海峡を封鎖するといったことはもはやイランにはできません。イランの海軍艦艇がことごとく破壊されており、もはや生き残った大型艦艇はありません。ですから、機雷をいっぱい撒くにも
そのための大型船がないような状況になっています。さらにアメリカはかなり徹底していて、スリランカ近海における航行中のイランの船を潜水艦によって撃沈しました。現在戦闘状態になっていることを考えれば、イラン海軍の船はどこにいたとしても決して安全なわけではありません。イラン近海にいなかったことから油断していたのでしょう。本来であれば国に帰れないとなれば、スリランカの領海内に留まって、それこそ港に停泊したままで、船員は船から降りて陸にいるべきでした。イラン海軍はもはや全滅に近い状態で、この後、海賊もどきのテロ行為に及ぶしか、物理的な面においては、ホルムズ海峡を封鎖し続けるといったことは難しくなっています。ただし、このテロリストまがいの行動といったものは、飛行ドローンや水上ドローンといった攻撃用手段が残っていますから、決して侮れるわけではありません。また、保険会社がこの海域を航行することに対して、保険引き受けをしない以上、この海域を通るにはなかなか条件が揃いません。トランプ大統領は保険会社が動かないのであれば、アメリカ政府が代わりの保険を用意するという話と、あとはタンカーの護衛といったものも名乗り出ています。しかし、まだ実施されているわけではありませんから、タンカーの航行が再開されるまでにはもうちょっと時間がかかりそうです。しかし、イランの戦力といったものは日々減少し続けています。前回の動画でも確実にイランの弾道ミサイル発射数が激減しているといった話をしました。初日350発発射した弾道ミサイル数、現在ではマイナス87% まで数が減少しました。初日がピークでその後ひたすら減少し続けています。この背景となっていることについても解説を行っておきましょう。イランは地下施設に様々な兵器を隠し持っていると豪語していました。それによってどんなに攻撃を受けたとしても、我が国には大量に兵器が隠された状態であり、決して負けることはない、徹底抗戦できるんだという話をしていました。ところがここにイスラエルの諜報網の目が届いているというのです。どの場所にどのような兵器がどのくらい貯蔵されているかをすでに情報として認知しており、隠していることは隠しているんだけれども、地上に出た途端に空爆を受けて次々と破壊されるというのです。そのために起きているのが、ミサイルはあるんだけれども、運搬するための車両が次々と地上に出たところでやられてしまい、さらには地下に隠しているとは言っても、地上に出るその入り口が空爆によって塞がれてしまい、取り出すことができなくなった場所というのもたくさん出ているというのです。そして司令部機能もどんどんと破壊されています。革命防衛隊や治安当局、そして国軍の施設などについても次々と破壊されており、しかも失った兵器を補充するための固体燃料ロケット関係の工場などもすでに破壊し尽くされており、大型の弾道ミサイルはもはや回復不能の状況に陥りつつあります。それだけに今頼れるのは突撃ドローンの嫌がらせ攻撃となります。この嫌がらせ攻撃は先ほど述べたホルムズ海峡を封鎖するといういわば見えない圧力としての効果は未だに健在です。また、もしも今後やってくるならばとんでもないことになると言われているのが石油関連施設への攻撃プラスアルファ淡水化施設です。この地域における水といったものは基本的には石油よりも価値が高いと言われています。他の国々に石油を売ってそのお金で海水を淡水化して飲み水にするといったようなことも、この周辺国家においては日常の姿です。中東湾岸諸国にしてみれば、石油の施設に対する攻撃を受けるのは、財政面で大きなダメージにはなりますが、生命には影響がありません。一方で、もしも淡水化施設に対する攻撃が集中的に行われるようなことになれば、それこそ国民の命そのものに関わってきます。それだけにイランの攻撃といったものがこのまま続くのであれば、黙っているわけにはいかないという思いがだんだんと募ってきているわけです。ちなみにこうした広域防御に関しては、それぞれの国におけるミサイル防空体制といったものはお金がかかりすぎるといった問題もあり、今注目されているのがウクライナです。費用面においては、圧倒的に迎撃ドローンの方が安いことから、ミサイルに代わる迎撃手段として最も現実的な選択です。ただし、中東諸国はこれまで長い間大規模な戦闘、特に大型突撃ドローンの攻撃を受け続けたといったような経験がありませんから、分かっていたとしてもその迎撃ドローンを保有していません。現在、ウクライナとの交渉が始まっていて、
いくらかの国においては、すでに商談入りしていると言われています。ちなみに湾岸諸国だけではなく、これらの国々にミサイルの代わりにある程度の融通をしようとしているのがアメリカです。アメリカの軍隊それ自体はある程度の防備体制をとっているのですが、友好国に対して大量のミサイルを引き渡すことができないので、その代わりとして迎撃用のドローンをウクライナから買って、そして供与するという形で、友好国に対してあなたたちのことを見捨てているわけではないと、対面を守ろうとしています。迎撃用のドローンは決して一つ一つの値段が高いわけではありません。しかし、収入源が欲しいというウクライナにしてみれば、大量に迎撃用のドローンを出荷して、そこで得た利益といったものを元にしてさらに研究開発、改良を進めていけば、ロシアとの戦いにおいても自主財源を持つことができます。ちょっと回りくどい話ではあるものの、国際情勢というのは、あるところで起きた現象というのが別のところへと影響をもたらすものです。そして最後にウクライナ情勢についての言及もしておきましょう。迎撃用のドローンの進化といったものもあるのですが、今まさに戦況を動かしているのは、未だにロシア軍に混乱をもたらし続けているイーロン・マスクのインターネット網からのロシア軍の遮断です。フォーブスの記事などでは、スターリンクに代わる通信網をロシア軍が構築するには年単位の時間が必要だなんていうような記事も出ていたわけですが、実際にそういう話が現実になる可能性もちょっと考えてしまいます。今のところロシア軍は仲間同士の連携といったものが明らかに乱れた状態が続いており、攻撃にしても反撃にしても基本的にはワンテンポどころか、かなりの時間差といったものが生じており、味方同士の連絡もうまくいかず、そして補給面などにおいても遅れが生じているような話が出ています。そうしたこともあって南部戦線における戦いにおいては、ウクライナ軍が領土の奪還といったものをじわじわと進めています。2023年以降、基本的にウクライナは守りに守って守備に徹することによって、より大きなダメージをロシア側に与える。たとえロシア軍がじわじわと前進したとしても、そこには必ず屍の山を築かせるといったような基本政策を取ってきました。しかし2026年の2月というのは、そうした意味においては、ロシア軍によって奪われた占領地よりも、奪い返した占領地の方が多いという逆転現象を生み出しています。この構成自体はどこか大きな都市を取り戻したというわけではなく、野戦における陣地の奪還といったものが中心であって、ウクライナ軍が大逆転したというような話ではありません。しかし、ロシア軍の傾向として、基本的には春の大攻勢といったものを行いやすいというのが、例年の姿ですから、その出花を完全にくじいたという意味では大きな意味があります。戦線の再構成といった意味でも、ロシア軍は二度手間があらゆるところで発生します。一度もう前進したら、その後方地における陣地はもう必要ないだろうと考えたロシア軍ですが、今まさにどんどんと後ろに下がって、改めてもう一度防御陣地を築かなければならなくなっています。そしてもう一つ、中東情勢がウクライナに対して良い影響を与えている面があります。それがトランプ大統領によるウクライナに対する圧力の減少です。トランプ氏が大統領に就任して以来、アメリカはウクライナに対しては圧力をかける側になってしまいました。ロシアの言うことをある程度聞いて譲歩せよ。それによって停戦を成し遂げるというのがトランプ大統領の基本的な姿勢が続いているからです。しかし今トランプ大統領は中東情勢にかかりきりで、そうした意味ではウクライナに対して強い圧力をかけるといったことがなくなっています。というわけで今回の動画はここまで。中東情勢の展開としては、イランが次々と周辺国に対する攻撃を行って、もはや味方となる国は周りにはどこにもいないような状況になりつつあります。そして大きな反撃力の一手となるはずだった大型の弾道ミサイルは、そもそも隠している場所がイスラエル側に把握されており、地上に出るときには破壊される。地上に出るための入り口が破壊される。運搬車両が破壊される。そのようにして、次々と地下に埋もれたままになろうとしています。この後時間が経てば経つほど、イランの反撃能力は隠し持った大型の突撃ドローンの一手しかなくなってしまいます。アメリカは1週間、2週間も経てば、もはや完全に制空権を得ることができ、もうどこからでも攻撃できるぐらいの感じで、イラン全土の地上戦力を根こそぎ破壊することができるような話もし始めています。ただし、持久戦闘という面においては、アメリカやイスラエルは
地上部隊を送り込むわけではありませんから、破壊されまくったとしても、イランそのものがどこまで体制転換といったものを行うかどうかは、こればかりはまだわかりません。戦力がなくなっていったとしても、国家として最後の打撃が加えられるかどうかという点については不透明なわけです。あとはイラン内部における政治的な争いがどのような結末を迎えるかといったところを注目していくことになるのではないかと私は見ています。皆さんはどのような展開を予想しているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、良かったねと思う方は、ぜひともスーパーチャットなどもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。